毎度ドクターキャピタルです。音楽博士やさかいにドクターやねん。今日は現代 J-POP シリーズスピッツの美しいヒレを歌いたいと思います。さすがスピッツやな。ここまでの名曲の数がすごいし、現在でもどんどんヒット曲を出して、しかも作曲で新しいことしてはって、ほんまに素晴らしい。美しいヒレはなポイントがたくさんあるけど、今日ピックアップしたいと思うのは変拍子や。変拍子って何やろ？変っていうぐらいやから使ったらあかんリズムなのかな？いいえ、あかんことないで。変拍子というのはよくある1234、1234の定番の4拍子とか123、123、123のワルツの3拍子とかと違って、例えば12345、12345、5拍子とか7拍子とか、2拍や3拍で割れへん拍子のことや。洋楽や J-POP のヒット曲ではかなり珍しい。だって聞いてて乗りにくいやろ？ 1234567、1234567。お、当然踊れへんし、大勢のリスナーは弾くやろ。それがな、曲によるねん。変拍子が不自然に聞こえて、気になって落ち着かへんかったら、確かに大半のリスナーたちは曲を気持ちよく聴けへんようになる。ちなみに逆にその落ち着かなさが好きなリスナーももちろんいるで。プログレッシブロックやメタルで落ち着かへん変拍子のリズムの曲めちゃめちゃあるし、僕も個人的に好きや。しかし美しいヒレでの変拍子の使い方がとても自然で滑らかで、一般のリスナーは変拍子やと気づかへんようになってる。ほら、波音で消されちゃった、はっきりと聞かせろって、わざとらしい海原。わかった？ 123456712345671わざとらしい海原。7拍子が2小節続いた後に4拍子に変わる。でも歌詞やメロディにこのリズムがぴったりあって自然やろ？ミュージシャン以外は7拍子やと気づかへんと思う。しかし気づかへんくても7拍子の特別な表現効果はみんな感じてるんや。仮に普通の4拍子で歌ってみよう。波音で消されちゃった、はっきりと聞かせろって、わざとらしい海原。これももちろん悪くないけど、なんだかだるくなってもうたな。100回以上の失敗はダーウィンさんも感類の。歌って止まる、歌って止まる。ほんまのリズムの方が元気で気持ちが入ってそうで、前に引っ張られてる勢いが伝わるやろ。100回以上の失敗はダーウィンさんも感類のユニークな進化の礎。なあ。実はな、僕変拍子が好きやけど、7拍子が特に好きや。なぜならば、シンコペーションの波のバランスが完璧に取れるリズムやからや。シンコペーションの波の話をよくしてるけど、復習しよう。1234、1234をオンビートに強調して弾くと、歩きながら地面に足をつける感覚がリスナーに伝わる。1234、1234。シンコペーションというのはビートの裏、オフビートを強調したリズム。例えば、1と2と3と4と1と2と3と4と。シンコペーションのリズムはリスナーに上向きの動きを感じさせる。走るときに飛ぶ瞬間の感覚や、この下向きの感覚と上向きの感覚を交互に出すリズムからシンコペーションの波と僕が呼ぶ効果があるねん。ラテン、ファンク、ロック、ポップス、乗れるグルーブはほぼすべてシンコペーションの波を出してるんや。例えばこんな感じ。
前半はオンビート、拍の表で下向きの動きを感じる。後半はオフビート、拍の裏、シンコペーション。この動きからリスナーに下向き、上向き、下向き、上向きと波のような動きを感じさせる。でもな、よく見たら今のリズムはバランスがちょっと取れてへんやろ。オン、オン、オン、オフ、オフ、オフ、オン。この最後のオンで音が一つ多くなってる。仕方ないねん。4拍子やからそうなってまう。でも7拍子やったら完璧にオンとオフが釣り合ってる。オン、オン、オン、オフ、オフ、オフ、オン、オン、オン、オフ、オフ、オフ、オン、オン、オフ、オフ、オフ。完璧な形のシンコペーションの波や富士山の綺麗な形みたいや。実はブラジル音楽では7拍子のサンバグルーヴがあって、まさしくこれや。例えばアイアート・モレイラのミキシング。パラパラヤラパパラヤララパラヤラパパラヤララパラヤラパパラララ。ちょっと待ってや。波音で消されちゃった。はっきりと聞かせろって。わわわわ。スピッツとアイアート・モレイラが同じリズムを使ってる。素晴らしい。ほな、楽しんで聞いてください。はっきりと聞かせろってわざとらしい海原。100回以上の失敗はダーウィンさんも感類のユニークな進化の一室へ。あの日のことは忘れないよ。雫の小惑星の真ん中で流れるまま流されたら抗うか美しいれで壊れる夜もあったけれど自分でいられるようにびっくらこいた展開によろめく足を踏ん張って冷たい水を一口。心配性の限界は超えてるけれどこうやってコツを掴んで生きてきた。秘密守ってくれてありがとね。もう遠慮せんで放っても大丈夫。流れるまま流されたら出し抜こうか美しいれで離される時も見失わず君を思えるように。強がるポーズはそういつまでも続けられない。わかってるけれど優しくなった世界をまだ描いていきたいから。流れるまま流されたら抗おうか美しいれで壊れる夜もあったけれど自分でいられるように。